Hello everyone! 今日はちょっと赤ちゃんがうちに東京のねこっちの家に来てからいろいろベビーグッズも増えてレイアウトを変えたりしたので、また新たに購入した製品とかおすすめのベビーグッズを紹介していきたいと思います。ごめん。はい、ご機嫌になりましたので早速始めていきます。まずこのプレイマットですね。ホワイトラパンさんっていう楽天のベビーマタニティ部門でも月間有料ショップに選ばれているブランドさんなんですけれども、生地がすごく良くて合皮みたいなんていうの、ポリエステルなのかな。この生地が撥水にもちろんなってるので、今ちょうどねタミータイムって言って、なんていうんだろう、うつ伏せでこうずりばいする練習をねさせてるんですけど、その時にこうわーってよだれがここにつくんですよね。でそれをこうその後もぐちゃぐちゃになった後もパッてこうつけるのがめっちゃいいです。でこの色もいろんな色があるんですけど、結構こういうナチュラルなこう雰囲気の部屋に合うでしょ。合うんですよ。それがすごい気に入ってます。で今これ M サイズを半分にしているんですけど、全部広げるとこんな感じです。大人がね多分普通に3人ぐらい赤ちゃん癒せるぐらいの広さ、なんかバカ時代けど次ベビーベッドですね。ベビーベッドは私たち加藤おじさんのこの高さがね85だったかな、そのぐらいあるやつにしてミニサイズですね。ベビーベッドのこれはもう本当にこのにしてよかったっていうのも、ここでそんなにね広い家じゃないから、もう私たちは完全にベッド兼おむつ替えって感じだから、この高さだと腰が痛くならない。本当にめちゃくちゃ渡さんが変えてくれる時も全然腰痛くならないので、もうこの高さマジマストだと思いました。もちろんねミニサイズだからすっごい長く使えるわけではないけど、ここにこのねマンションもいつまで住むかわからないし、ね、大きくなったらまた適したやつを買えばいいかなと思っています。これもね実はメルカリで買ったのですごくお得に買えたし、またメルカリすればもうレンタルよりも絶対安いのでメルカリ本当におすすめです。でもう一個紹介したいのはこのフォルスカさんのちょっとこのみたりちゃんお気に入りのタオルがあるんだけど、このフォルスカの寝返り防止ストッパーみたいな、ここの幅は調整できるんですけど、ここに赤ちゃん寝かしておけば寝返りをこう打たないし、こう下に行っちゃうこともないみたいな。もううちの子は1ヶ月3週目ぐらいからものすごい足をドタバタさせて、このサイズのミニのベッドでももうなんかここに足に引っかかってとらわれたりとかいい感じにねここに腕が引っかかって動けなくしてくれるんで、寝る時に本当に良かった。これは本当におすすめです。あとベッドのところで絶対に忘れちゃいけないのがこのキューボ AI さんです。もう本当に助かっていますこれで、寝てる時ベビちゃんの様子をみたりちゃんの様子を監視してくれて、常にねログインすれば見れるようになってるし、泣いたとかうつ伏せになってて顔が何かで覆われてますとか、そういうアラートを送ってくれます。だから隣の部屋でね今寝てるんですけど、もちろん泣いたら気づくようにすぐ扉を開けてるから気づくんですけど、何か他の危険なことがあってももちろん大きな音で教えてくれまして、下にセンサーパッドも入ってるので、例えば呼吸が止まったみたいな時もちゃんとアラートが鳴るようになっています。これ高かったけど本当にこれがあるおかげで、心配なく隣の部屋で寝られるようになりましたね。こちらのコーナーでご紹介をしたいんですが、姫がかなりぐじゅぐじゅで
抱っこしてないと嫌な日みたいです。ね、はい、ちょっと家電の紹介に戻るんですけど、このベイビーブレッザーっていうのは、ミルク作るマシン日本語下手かって感じなんだけど、いわゆるコーヒーマシーンのミルク版みたいな感じで、この中にお好きなねミルクをパウダーフォーミュラミルクのパウダーを入れてもらって、後ろに水のタンクがあるので水を入れて、私は2日に1回は必ず変えるようにしてます。はい、でミリリットル、これオンスって書いてるんだけど、別にミリリットルにももちろん選べて、スタートボタンでしょ。でテンペレチャーは3段階、温度を選べます。私たちは2つ目のやつにしてます。いつもで水だけで、温かいぬるいお湯を出すこともできるし、パウダーのセッティングっていうのはこのパウダーとお水の割合を濃いめにしたり薄めにしたりとかできるらしいです。私たちは標準にしてます。はい、ベイビーブレッザでどれぐらいの速さでできるか。はい、ということで今一番少ないリットルの設定で作ったので 60ml なんですけど、何にも振らなくてもすごいちゃんと均等に混ざってるんですね。なので温度の心配もないし、ちゃんと混ざってるかの心配もしなくていいので、できたらそのままキュッてあげられるのが本当に楽です。今私も混合で育ててるので、母乳のねお母さんはわざわざこんなのでかいし高いし入れる必要ないと思うんですけど、混合とか 100% ミルクで育ててらっしゃるお母様には本当におすすめです。あとは隣のピジョンの、除菌機ですね、殺菌機。ここにめっちゃいっぱい入るのが好きなんですよね。哺乳瓶4つぐらい入るんじゃないかな。でこのとこに乳首のやつとかおもちゃとかいろいろ入れられますし、ここに水入れてこうおもちゃとかわーって入れて下閉めて電源つけてここ押すだけでしょ。超楽でしょ。電子レンジでチンのやつも持ってたんですけど、コンビのね、あれはもう旅行用とかお出かけ用にしてます。出てきた後濡れてるじゃないですか。乾燥してくれないっていうのが一番嫌だったんですよね。これは除菌して乾燥までしてくれるので、40分から45分ぐらいかかるかな。1日の最後にもう全部バーってぶっ込んで押して寝れば、朝もう乾燥もして使えるというところですごく楽をさせていただいております。はい、ということで家電系であと3つ紹介していくんですけれども、まず1つ目がこの授乳ライトですね。ここで充電できるパッドみたいなのがついてて、端子がついてて、ソファーのここに置いて、この端子が置いてあって、こうなってるんだけど、消えた状態で置いてあって、でパッて外すとつくようになってる。でこのままこれをベビーベッドの横に置いて、暗い中でちょっとした明かりでこうおむつ替えたりとか授乳したりとかっていうのができるようになってます。めちゃくちゃ可愛くないこれ。デザインがすごい。ニトリさんも最近ライトすごい頑張ってて、めちゃくちゃ可愛いのがいっぱいあるんですよ。しかも安い。これ4000円くらいだったんじゃないかな。でこれをこのままこう横に置いてる状態で3回叩くと消えるっていう仕組みになってて、それも超素敵だよね。で次ちょっとこれはおすすめっていうよりはもうガジェット好きだから紹介したいみたいな感じなんですけど、これは渡るさんが私に、今年誕生日で買ってくれたものなんですけど、水をこの中に入ってる液体をポータブルで温めてくれる
タンブラーです。発熱してくれるんですね。でここに下に電源がついてて、これオンにすると今水が入ってるのでコールドって出るんですけど、お湯が入ってる場合は温度がここにさっきみたいなライトで出ます。でここがこのねパッドかっこいいよね。でここでねしかも充電できるようになってて、充電がどれぐらい入ってるかとかもさっきのライトのデジットで見れるようになってるのがすごくかわいいよね。でここを押すとこうやってバーって水が出てくるようになってるんですけど、アプリと連携していて、アンバーのアプリ入れてもらって、今中に入ってる液体が何度で自分が何度にしたいのかなんで、哺乳瓶、ミルク作りたい時とか外出先で冷ますのすごく時間かかるので、哺乳瓶ってこれがあれば冷まさずにそのまま温度を調節できるので超便利です。ただこれ安くないので自分では買わないかな、この値段出して買わないかなって感じですけど、重宝してます。で最後これはもうザ・ベビーアイテムというかママさんアイテムなんですけど、ビジョンの電動の搾乳機ですね。でこれなんか数年前に出たハンディタイプので充電ケーブルも一緒についてくるんですけど、搾乳機は正直合う合わないもあるのでいろいろ使ってみてっていう感じではあるんですけど、その有名なねブランドのやつ、メデュラだっけ、ちょっとごめんなさい発音間違ったら申し訳ないんですけどがだいたいだから2万円ぐらいするよね。あれ2つなんかつけるんだよね。ちょっと忘れちゃったんですけど、もしかしたらこういうねハンディタイプもあるかもしれないけどちょっと高いんですよ。毎日がっつり搾乳するっていう人はやっぱりハンドがこう手を使わなくてこうなんか搾乳をピッてつけて自動でやってくれて、その間パソコンされますみたいなやつがいいと思うんですけど、私は50混合で育ててるので正直ねもうそんなにおっぱいが張ってこなくなってるんですよ。だから搾乳しようと思えばできるけど、したくなかったら別に半日ぐらい余裕でしなくてもおっぱいが張らないので、これももう1日1回使うかなぐらいになってきましたね。すごく満足しています。ここでね電源があって、で何もしないと勝手に最初マッサージモードになるんですよ。こう準備乳首をマッサージしてくれて、でここの水たまりボタンを押すと今レベル2にしてくれる。これで結構吸い取る、こう吸い付くみたいなモードになって、ここで初めてバーって母乳が出てくると。でここでレベル3レベル4レベル5こんなにいけるんだねぐらいまで強さを調整できるんですけど、私もうずっとレベル2でやってて何ら不備はないかなっていう感じですね。ただ5分5分搾乳したらもう半分ぐらい電源がなくなるんですよ。やっぱりパワーすごく使うけど、ここのバッテリーの重さのこのバランスで、それぐらいが限界なんだなと思います。ただそこはね正直そんなにね苦じゃないかな。この軽さを維持してもらった方が私はいいかなっていう。だから2回に1回充電するのは別にそんな苦じゃないっていうのが私の意見です。たださっきも言ったように、搾乳1日に 2,3 回3、4回しますっていう人はちょっともしかしたらめんどくさいかもしれないですね。はい、これめちゃくちゃ持ち運びもいいしできるしめちゃくちゃ助かってます。最後にご紹介したいのがこちらの、コンビのですね眠りらですね。私たちは電動のものを持っております。でこれもね電動だと確か6万ぐらいするんじゃないかな。でも私はメルカリですごく状態のいいものを買ったので2万ちょっとぐらいで買ったんじゃなかったかな。はい。でも合う合わないあると思うのでマジでメルカリかレンタルをおすすめします。6万円はちょっといきなり出すにはちょっとって感じですよね。メルカリにもいっぱい出てるのでぜひ探してみてください。でね、これマジでマストで、もうやっぱり家の中キッチンでこうごめんなさい今汚いんだけどキッチンでこう作業してる時に近くにいてもらえるっていうのがすごくいいのと、これなんかもうほぼベビーカーなんですよね。なんでベビーカーってすごい寝るじゃないですか赤ちゃんで。外でベビーカーで寝て帰ってきてそのままこ
こに入れるとなんか背中スイッチが入りづらいような気が私はしておりまして、それもすごくプラスですね。でこの眠りラの新しいバージョンのやつなんですけど、これこのカバーがついてるので、お昼でもここに入れてこうすれば暗くなるので、赤ちゃんも昼寝しやすい感じになってます。で今おむつシート引いてるけどこんな感じになってて、これ高さを調節できるんですけど、本当はベルトがついててもうちょっと首とか腰が座ってきたらこの組み立て直して椅子にもベビーチェアにもなるようになってるので、結構長く使えるかなっていう感じですね。ちょっと電動でも動かしてみますね。ここにねボタンがついてるんですけど、このスイングっていうボタンを押して、私たちはいつも一番弱いモードにして、これでこうやって揺らしてあげるとこのまま続いて揺れるようになってるっていう感じですね。で15分経ったら自動で止まるようになっていて、揺れすぎの防止っていう感じですね。ただ本当の新生児生まれたばっかりはあんまり揺らしすぎると良くないっていう風に産院でも言われたので、あんまり自動で揺らすモードは使ってなくって、ほんと最近使い始めたんですけど、うちの子は正直この自動スイングでそんなに寝ないかなっていう、自動じゃなくても正直良かったかなっていう感じですね。とにかくこの高さとこれが移動できるっていうこと自体がすごく便利ですね。はい、ということでベビーグッズいっぱい紹介してきたんですけど、もちろんこれが絶対いいっていうのは、このカテゴリーに関して、このベビーグッズっていうカテゴリーに関してはこれが絶対いいっていうのは本当にないと思ってるので、使ってみてとか自分の生活スタイルに合うなと思うものをぜひ参考にしてみてください。